こんにちは。それほどでもあるモノログチャンネルへようこそ。この動画は、家具や事務用品の製造や販売を手掛けている、オフィスコムさんの高機能オフィスチェア AE1 をレビューさせてもらう動画です。こちらの椅子は、オフィスコムさんが X、旧 Twitter で募集してくれていた YouTube レビューキャンペーンにて当選した製品となっています。今までの人生で使ったことがないレベルのとても良い椅子を使わせてもらっています。本当にありがたい限りです。嬉しくも当選したので張り切ってレビューしたいのですが、私が比較対象にする前の椅子が中古で2000円ぐらいの椅子なので、お前、それと比べたら大抵の椅子がいいものになるだろと怒られそうな気がするのですが、どうか見捨てないで見ていてくれると嬉しいです。では、最初に今回キャンペーンをしてくれたオフィスコムさんについて。オフィスコムさんは EC サイトや実店舗で主にオフィス向け製品の販売をしている会社です。オフィス家具だけでなく、文房具から事務用の家電製品、または物流倉庫向けの台車や金庫なども取り扱っています。オフィスだけでなく、仕事と言われる業種のものは幅広く扱っているという感じです。私はオフィスコムさんの名前は知っていたのですが、会社名的に法人向けだと思い、細かく覗いたことはありませんでした。しかし、今回当選させていただいたことを機会に、ホームページを見てみると、ゲーミングチェアやゲーミングデスクの取り扱いもありました。物知らずでお恥ずかしい限りでしたが、どうやら個人向けの商品も取り扱いがあるようです。まあ、よくよく考えてみると、私のようなただの個人おっさんにレビューキャンペーンの権利をくれたことを考えると、当キャンペーンは個人向け販売のためのプロモーションとしての側面もあるのかもしれません。また、今回のレビューに関して動画作成時の形式ややり方はあるのか伺ったところ、制作しやすい形で作成してもらって構わないというとてもありがたい許可をいただきました。オフィスコムさん、太っ腹すぎんか？でも正直助かります。普段合成音声の動画を作っている身としては本当にありがたい限りです。というわけで、そんな心が太平洋より広いオフィスコムさんのオフィスチェア AE1 について紹介いたします。そもそもオフィスチェアとはどういった椅子なのかというと、一般的な定義ではデスクワークやビジネスシーンで使用する椅子とのことです。仕事や勉強をする際に長時間座っても快適に過ごせるよう様々な工夫がされているようです。オフィスチェアに限った話ではないですが、人間工学に基づいてなどの謳い文句もよく目にしますね。オフィスコムさんのサイトでもオフィスチェアというカテゴリーで紹介されています。ちなみにリビングに使われる木製の椅子はダイニングチェア、バーのカウンターなどで使われている長い椅子はカウンターチェアなど、ちゃんとカテゴライズされてるんだなと今更ながら知りました。チェアメーカーの多種多様さも最近知りました。ハーマン・ミラーさんや伊藤木さんあたりは私でも知っていましたが、それ以外にも様々な会社があるんだなと今更ながら勉強になってます。椅子は仕事には欠かせないマストアイテムですし、そりゃ歴史も種類もあるよなと今更ながら感心しています。そんな多種多様のチェアがある中、オフィスコムさんの AE1 はカチャンネルさんのレビューでもコスパ最強、お手頃価格の謳い文句が目立つオフィスチェアになっています。また AE1 は他メーカーからの取り扱いではなく、オフィスコムブランドの製品として売り出している自社製作のオフィスチェアのようです。こちらの商品、なんと2024年3月に発売されたオフィスチェアです。すでに様々なメーカーがある中で自社製品を売りに出す胆力がすごいですね。また、発売から1年足らずの商品なのに結構レビュー数も多いです。購入前の情報が多いのもありがたいですね。まあ、私は買ってはないんですけどね。すいません。そして、高機能チェアと謳うだけあって、様々な機能があります。ヘッドレスト、アーム、座面、ナンバーサポートが可動式なので、様々な箇所を動かすことが可能です。私のようなオフィスチェア素人が一番気にした椅子のクッション材は、モールドウレタンになっています。モールドウレタンって何ぞやって思って調べたのですが、馴染みがなさすぎてイメージがよくわからなかったです。とりあえず、ウレタンというのはプラスチックの一種で、椅子以外にもマットレスから台所スポンジまで幅広く使われている素材らしいです。モールドは型に入れて成形するという意味らしいので、ウレタンを型に入れて成形して
クッション材にしたものをモールドウレタンと呼ぶとのことです。モールドウレタンは高級オフィスチェアやゲーミングチェアにも使われており、長時間の使用でも形状の変化が少ないという特徴があるとのことです。モールドウレタン以上の素材もあるようですが、モールドウレタンも上位の素材として見られており、上質な素材であることは間違いないです。つまり AE1 は多機能かつ上質なクッション材を使用した高機能オフィスチェアと歌うにふさわしい椅子になっています。そんな魅力的な機能性を持ち、様々なレビュアーからコスパ最強、お手頃価格として紹介され、その知名度を爆上げさせている AE1 ですが、2025年2月現在のお値段は約36,000円です。RTX4060 より安い。お手頃価格です。すいません。私の金銭感覚だと、最初はお手頃な値段とは思えませんでした。最初にお値段を知った時に大変驚きました。オフィスチェアって結構いい値段するんですね。ですが、本当にお手頃なのかと疑心だったのは事実なのですが、よくよく調べてみると結構いい感じの価格帯なんじゃないかとは感じ始めました。というのも、改めてオフィスチェアを調べてみると、アームやヘッドレスト、ナンバーサポートといった機能を一つ以上求めた場合、基本的には15,000円からのものが多いです。オフィスコムさんには AE1 よりグレードが下で、ヘッドレストやアームがオプションになる YS1 というオフィスチェアがあるのですが、アーム、ヘッドレストなしでも2万円を超えるオフィスチェアになっています。YS1 も可動式ランバーサポートがついているモデルですので、この機能をつけようとなると、基本的にこれぐらいの値段になってしまう印象を受けました。AE1 や YS1 だけ見ると、オフィスコムブランドの製品が特別高いのではないのかとの疑問も出ると思いますが、他メーカーでこれより値段が下だと、ヘッドレストやランバーサポートがないモデルになっているものが多いです。なので、アームレストとヘッドレスト、ナンバーサポートがついているモデルと考えると、AE1 の36,000円という値段は決して高すぎるというわけではないようです。チェアのレビューをメインにしている YouTube チャンネルさんでも AE1 はお求めやすい高機能チェアと紹介していることや、他のオフィスチェアの機能と値段帯を照らし合わせてみると、AE1 の値段でこの性能はかなり優秀な部類なのだと感じ始めています。リクライニングがフルフラットにはなりませんが、ヘッドレストはついてますし、ランバーサポートは可動式なので、ゲーマーが購入検討をしても良いんじゃないかとは思いました。ゲーマー向けチェアだと、ゲーミングチェアが対抗馬になると思います。オフィスチェアもゲーミングチェアも長時間作業を視野に入れている椅子なので、どちらを選んでも間違いとは思いませんが、私はゲームをプレイするときは前傾気味の姿勢をとることが多いですし、椅子にフルフラットを求めたこともないため、オフィスチェアの方が私のニーズに合っているような気はしています。とはいえ、椅子は実体感も大事だと思います。オフィスコムさんは実店舗も構えてくれているので、近場に店舗がある方は一度覗いてみるのも良いと思います。では、次はざっくりですが、組み立ての様子を紹介いたします。それほどでもあるモノログチャンネル。まずは AE1 のパーツが入った段ボールを開封していきます。ちなみに今回いただいたのは AE1 のグリーンカラーになります。色は選ばせていただきました。いただけるだけでも嬉しいのに、色まで選ばせてくれるのはオフィスコムさんやばいですね。グリーンを選んだ理由は、グレーより派手そうだからという非常に安直な理由なのはお恥ずかしい限りですが、ちなみにグリーン以外だとブラックとグレーがあります。椅子はインテリアとしての側面もあるため、色や形状が大事だと思います。色選びについては、ご自身の環境とよくよく照らし合わせてくださいね。パーツを一通り出してみました。紙の取扱説明書が同封されているので、手元で取説を見ながら組み立てていけます。最近は取説をネットで出している製品も多いですが、やはり取説は手元に欲しいなというのは本音です。手元にあった方が断然楽です。パーツと付属品のチェックが終わったので、組み立てていきます。取説の順番に従って組み立てます。はじめは足の部分からです。キャスターの見た目はシックな黒と白です。特徴があるわけでないキャスターですが、36,000円のキャスターと考えるとテンション上がります。
キャスター数は5個。はめていきます。結構硬かったので苦戦しましたが、無事はまりました。次に座面部分です。私のお尻を受け止めてくれる大事な箇所。愛おしいですね。座面下につけるプレートをつけていきます。結構重いのですが、この重さが安心感につながりますね。ネジ止めをしていきます。ネジの規格は使う箇所によって変わりますが、各規格ごとにアルファベットで分けられているので迷うことはないと思います。プレートのネジは4箇所。仮止めから本止めの順番でつけていきます。特に問題なく取り付けられました。プレートを取り付けた座面に背もたれを取り付ける前にヘッドレストを取り付けます。ここもネジ止めになります。経験のない形のネジ止めなので結構苦戦しました。ヘッドレストをつけると高さを感じますね。背もたれを座面に組み込みます。家具を組み立てていると、こういったものを考えつく人は本当に頭が良い人なんだろうなと感心します。素人に組み立てさせるわけですから分かりにくいのは論外ですが、強度も確保できるように設計もしないといけない。何を食べたらこういった図式を思いつけるのでしょうね。座面と背もたれを無事取り付けられました。アームレストを取り付けます。A1 のアームレストは内側、外側へ傾けることができる上、手前、奥にも移動させることができます。ここもネジ止めです。最後のネジ止め箇所ですね。アームレストも無事に取り付け完了です。作業も折り返しです。足部分にシリンダーをつけて椅子の部分を乗っけます。取説に2人以上で座面を持ち上げると書いてあるのですが、残念ながら手伝ってくれる家族も友達もいません。持ち上げてはめることはできなかったので、横から差し込んで立てました。無事に完成しました。早速 A1 に座ってみます。快適。これがチャー業界群雄割拠のこの時代に殴り込みをかけに来た最新のオフィスコムさんの椅子。昨日まで座っていた椅子が成長期のアグモンだとしたら、この椅子は究極対ウォーグレイモンのレベル。私は今3段階の進化をすっ飛ばしたオフィスチェアに座っています。アームがいっぱい動きます。リクライニングの最大は128度。個人的にはこれぐらい倒れてくれればパソコンデスク用の椅子には十分です。リクライニングは左側前のレバーで固定可能。左側後ろのレバーで座面を動かすことができます。動画には映ってませんが、右側のレバーで椅子を上下に昇降できます。よくあるガス式昇降になっています。腰の部分を支えるランバーサポートも可動式です。私は初めて可動式のランバーサポートを経験しているのですが、想像の50倍ぐらい便利な上、腰が楽になりました。可動箇所が多く、座り心地も抜群。もう前の中古2000円の椅子には戻れません。しかし、私は A1 をレビューキャンペーンでもらっている人間で、しかも比較対象は前に使っていた中古2000円の椅子。A1 は非常にいい椅子だと思いますが、私のようなレビュアーの言葉では説得力がない。というわけで、友人を呼びつけて座ってもらいました。普段、仕事で座っている椅子は1万円ぐらいの椅子らしいです。座ってみてどうですか？座ってて楽。座面が硬さがちょうどいい。柔らかすぎず硬すぎず。長時間座っててもリクライニングできたりとか。A1 の機能の中でどれが良い感じでした？リクライニングと、あとこのね、頭も意外と、頭もこう、寝れるこのまま寝れる
硬さが安定感がいいのかな、頭の。お値段36,000円の椅子ですが、どう思いますか？座る前はもうぶっちゃけ高えなと思っていました。ただ座って機能をこれだけリクライニング機能だとか、ね、座り心地とかを加味するとまあ妥当なのかなと思いましたね。普段使っている椅子に比べてどうですか？全然いいです。1万円より 3.6 倍分の値段差ぐらいはありますか？あるね。このぐらいの座り心地なら出しても悪くないかなと。この椅子の提供はオフィスコムさんですが、オフィスコムさん知ってましたか？知りませんでした。じゃあ今日は知って帰ってください。はい、ありがとうございます。とこんな感じで友人も堪能してくれました。私たち2人とも相場感や所感を知らなかったので最初は高いと感じましたが、実際に座ってみると所感や値段の印象は大きく変わるというのも共通でした。なので購入を検討される方で、私のようにオフィスチェアの所感がわからない人は鉄皿事前に試してみるのを強くお勧めします。試す機会がなかったとしても購入して損はないはずです。オフィスにあっても自宅にもあっても長時間作業をサポートしてくれる頼りになる椅子なのは間違いないです。動画概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。ただし注意点もいくつかあります。組み立ての時なのですが、結構重いパーツが多いです。あまり重いのは苦手という人はご家族や友人と2人以上の人手を使って組み立てるか、予算が出せるならオフィスコムさんの組み立てサービスの利用を検討した方がいいです。また Amazon でも取り扱いがある製品ですが、オフィスコムさんの公式サイトで会員登録をして購入すると保証期間が1年間から2年間になります。値段の差異もなく、これだけの保証期間の差は無視できない差なので、よほど理由がない限りはオフィスコムさんの公式サイトから購入することをお勧めします。オフィスコムさんの公式ストアで購入される場合、36,000円は配送料も入っていますので、購入判断の目安にしてください。ただし配送料無料は沖縄、離島は除きます。細かい質問がある場合、公式サイトではよくある質問まとめのほか、チャットオペレーターさんが平日10時から17時まで対応してくれています。X や Instagram、Facebook といった SNS でも情報発信してくれているので、ぜひチェックしに行ってくださいね。では今回はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。